どれだかよ、どれよ。ほらでっけえ、ほらほら、これはすごいぜ。はい、行きます。毎度さんです。タクエマルの船長与永です。視聴者の皆さん、いつもご覧いただきありがとうございます。現在北西の風およそ8メートル、白波も立って海が荒れ気味ですが、オホーツク海の毛ガニカゴ漁も終盤、沖へとやってきました。毛ガニ漁の仕掛けは海底に固定しているため、風の向きや強さによってその日の漁に影響するんですが、今日の風向きなら大丈夫だと判断、漁を行います。風の強い日は船の向きを変えるのが大変で、仕掛けの目印となる浮き玉を見つけるのも一苦労なんですが、波と風を読みながら潮切りと呼ばれる鳥団部、潮の流れを見る浮き玉を回収していきます。さて、こういう波の荒い日はのしをかけるのも大変なので、船長も作業の場に加わります。まだなんぼか斜めだからいいな。これまっすぐだったら焦げねえよ。手やな、手やな。風の強い日や潮が速い日なんかは普段と違ってロープや船の機械などに大きな負荷がかかるので、手や足を弾かれて怪我をしないよう細心の注意を払います。まだその弾き上げて、痛いだ。大丈夫だ、まっすぐだから。ごへんすんな、ごへんすんな。風でなんぼでも進んでいくから。そしたらあともうクラッチ切ってよ。ごへん切ってよ。ちょっと不意だもんな。さあ、ということで1本目ののしこぎがスタート。オホーツクの毛ガニ漁も終盤戦、毛ガニのノルマ、漁獲許容量ですね、これも近づいてきたので、現在は1隻の漁獲量も30カゴに制限、規定の数だけ漁獲したら作業終了飛行となります。さあ、ということで漁開始直後から型のいい毛ガニが大量となり、出荷する大中サイズの型ガニとそれ以外を選別していきます。毛ガニの規格は甲羅のサイズで決められていて、サシを使って計測します。しけ模様の日は作業スピードのコントロールが難しく、風で船が流れてしまい、どうしてもカゴ上げのスピードが速くなってしまうので、流れ作業の詰まっているところを解消するためお手伝い。このイカゲソをパンパンに詰めるとカニがたくさん入ります。
1本目ののし、毛ガニカゴの仕掛けですね。半分を過ぎた頃には斜め後方からだった風も船の横方向からになってしまい、なかなかね荒々しい船上となってきました。この仕掛けてあるロープに対して横から風が吹かれちゃうと、船のローラーにかぶせているロープが外れちゃって作業が中途半端になっちゃうし、餌も全部交換できないので船の船速でコントロールして作業していきます。ここで負の連鎖を断ち切るカゴ上げのファインプレーが炸裂。毛ガニが大量の船上ですが、横波で船が大きく揺れる中、それぞれのポジションをこなして規制のかかった30カゴを目指して作業を続けます。さて、前回の動画でお見せできなかった毛ガニの海底映像があるので、ここでご紹介。お手製の海底カメラ専用カゴに GoPro を2台設置したら、水深 80m へと沈めていきます。それではカゴにつけたカメラの映像を見ていきましょう。これはね、漁師目線なんですが、漁をしてると流れてるロープや漁網、のしを巻く時のボンレン綱を稀にスクリューやシャフトに巻いてしまうことがあるんですが、それを確認するため船の友についている小窓をいちいち開けたりするのが面倒なので、こうやって GoPro を海に突っ込んでシャフトにロープが巻かさってないか確認しています。話が脱線しましたが、カメラカゴは無事水深 80m の海底へと到着。前方カメラに切り替えて生物の登場を待ちます。カゴの着底からおよそ10分、映像は40倍速、名もなき生物が右から移動してきました。そして毛ガニが現れたのはカゴの着底から18分後。これが早いのか遅いのかは分かりませんが、この毛ガニはカゴに入ることなくどこかへ行ってしまいました。さあ、前回の動画で1匹目の捕獲シーンは放送したので、続きを50倍速で見てみたいと思います。はい、毛ガニが本当にこの感情でひっくり返ったかは不明ですが、潮に向かって倒れたんでお腹を見せる豪快な地団打は潮流が原因ではなさそうです。毛ガニって意外と知能レベルが高いのかもしれません。そしてようやく2匹目がカゴにやってきて、見事に上後の部分から捕獲完了したんですが、この個体はすでに足が1本未成熟の状態。これでは出荷できないので、船の上に上がる前にリリースが確定してしまいました。その後もカメラのバッテリーが持つ1時間の間に捕獲した毛ガニは全部で3匹。倍速映像だとヤドカリやヒトデなどたくさんの生物の行動を見ることができました。最後は映像の上部、群れで泳ぐクサフグの魚群を見ながら水深 80m の海底映像終了となります。毛ガニだいぶ楽だった。全然違う。全然違う。うわー、でっけえ、これ。うわー。これで1.2キロくらいだね。
毛ガニの一般的なサイズは 400g から 500g で 800g 台でも特大、1kg サイズともなればかなりの希少サイズでなかなかお目にかかれません。回すのいいけどエラーすねよ、変えられねえぞ。最低10個飛んでも変えれねえだぞ。速いもの、急に速いもの。ああ、そうなんだ。平気ね、無理だ、仕方なら無理。ああ、これでっかっ。めちゃくちゃでけえわ。どれだかよ、どれよ。ほら、でっけえ、ほら。ほら。これよ、すごいぜ。だからよ、それにしたってこれやばくね。うわ、すげえんだけど、これ。15センチ。15センチ。なんか普通の大中ねえかな。甲羅の大きさがわずか1センチで規格が変わる毛ガニの中で希少と言われる 1kg サイズがおよそ12センチなので、甲羅サイズ15センチの毛ガニがいかにすごいかお分かりいただけましたでしょうか。これ持って帰って食う出さねえこれ。すごいな、カニの甲羅15センチ初めてだな。15センチは白衣丸史上初じゃねえか。ちょっと見たことないぞ。15センチって差し全部だぞこれ。いや本当だな、目方何本あるがや。もう一緒に入ってる、これ小に見えるもんな。すげえすげえすげえわ、大したもんだ。どれ見てもほんと大きいな。大きい。うわー、もったいねえこら。これで売り物になんないんだもん。もうでっかい。いやだけどさっきのにかなわねえわ。ケツが一回り違うもんな。いやー、すげえ。何よこれ。少し。去年の残骸だ。星ついてねえんだろや。よく小田君耐えだな。やばいな。
終了だ。やばあれ6たす8たす2、8たす8、16 16だって。走りだ走り。1隻ノルマ30カゴに対して仕掛け2本で31カゴ、1カゴ多いですが1日のノルマに達したので本日の漁は終了。全部で6本入ってる虫の2本で1日のノルマを達成したので今日は波の荒い中でしたが毛ガニは超大量となりました。あとは寄港して荷揚げをしたら気になるあの過去最大サイズ大物毛ガニの重さを測ってみたいと思います。本日の入港は午前7時45分。今日取ってきた全ての毛ガニをトラックに積んで荷さばき所でスケールをかけて重量を測ります。別室に避けてた大物2匹は直接持って行って1匹ずつ重さを測ってみたいと思います。行きます行きますぜ。いい感じだべ。おめっちゃいい感じだもん。めっちゃいい感じ。はい、0点にしてはい、行きます。うわ出た 1.6 ということで惜しくも漁協史上最高の 1.8 キロには200グラム及びませんでしたが紛れもなく卓栄丸史上では最高の1匹となりました。素晴らしい。よし、じゃあこれ買って帰ります。うわ買って帰る。毛ガニ。はい、ということで今日入った大きなカニ持ってきました。で諸事情あって 1.6 キロの方はね組合に出荷しちゃったんでもう1匹入った 1.5 キロの方を今回はね料理していきたいと思います。じゃあまず氷を用意して、はい、このカニをね一度裏返しで締めていきます。この大きい方のカニ途中でね爪が1本折れてしまいました。残念。はい、ちょっと切るとこね取れてなかったんでもう一度ねこの足をねバチンとここもこういう感じで関節をつけて上からねバンと切っていきます。でこの足をね今日は洗いにしたいと思います。まさかの録画ボタン押し忘れ。はい、それじゃあまず洗い用のねカニを切っていきます。まずは食べるところこことここもねこのサイズだったら大きい身が取れると思うんでこことここ洗いにしていきたいと思います。刺身を作る時はこのイボイボこの背中の方をね万能バサミで切っていきます。はい、 OK。 はい、こっちもこれでも 500g ぐらいのここ二の腕ぐらいあるんだけどすげえな。OK。 ここに切れ目を入れたら手でグリッとこのね甲羅を剥がしていきます。これ簡単。パキッとパキッとこんな感じでね中に繊維がねめちゃくちゃくっついてます。これを指で剥がしていく。ベリ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 っと。うわすごい。うわ、はい、こんな大きい身が取れました。でこのね赤いこれ油なんだけどこの赤いやつはねベローンって取っちゃいます。はい、こんな感じで取れました。これをね氷水に入れて花を咲かせていきたいと思います。ボウルを用意して8匹の氷を入れます。はい、そこにねちょっぴり塩、ほんのちょっぴり、そして気持ちばかりのお酒。
カニの身、これをね入れていきます。はい、じゃああとはね冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。はい、ということでね、カニのお刺身が綺麗にね花咲いたね、水をね切っていきたいと思います。素晴らしいよこれ。この身すごすぎる。うわすごい、第二関節でもこれすごすぎる。これが普通の大中、今約 500g ぐらいの毛ガニのお刺身。これはでもいいく咲いたね。はい、これの水分をしっかり取っていきます。そしたらお皿に特大の刺身を盛る。圧倒的存在感、やばいねやばいね。はい、毛ガニの刺身完成。残ったこのカニ、これから茹でていきたいと思います。それじゃあ鍋を置いて、はい点火。はい、それじゃあね塩入れていきます。結構入る感じ。はい、録画ボタンを押し忘れたんでもう一回いきます。これをね茹でていきます。よっしゃー。なんでこう録画ボタンを押し忘れるんだろう。で20分茹でていきます。はい OK。 はい、カニがねいい感じに炊き上がりました。あとは火を止めて、伝わるかなこのでかさが。よいしょ。粗熱取って味噌が固まるまで少し待ちたいと思います。はい、ということで粗熱が取れたんで、この毛ガニをね剥いていきたいと思います。剥いた毛ガニの身は天ぷらにねしていきたいと思います。それでは編集の力ではい、ということでねこんだけの身が取れました。味噌はねこんだけしか取れなかった。はい、身はね2匹からこんな量のね身が取れました。じゃあね早速これを天ぷらにしていきたいと思います。はい、それじゃあね玉ねぎを用意して編集の力でパッ。具は玉ねぎとカニの身のみ、これだけでいいんだ。これだけで十分ですよ。でこれに天ぷら粉まぶします。主婦の勘でやっていくと。いいよ、入れて。いいんじゃないか。いいんじゃないか。うん、はい OK。 はい、それじゃあこれを油で揚げていく。投入。うわー、めちゃめちゃいいサウンド。結構できそうだね。うわー、ナイスサウンド。うわー、いい匂い。匂いをお伝えできないのが。わー、いい感じ。素晴らしいね。外はカリッと中はふわっと。はい、ラスイチ。はい、カニの天ぷら完成。はい、そしたら2品目。この甲羅の中にカニのむき身、これをね詰めていきたいと思います。それパンパンに詰めていく。はい、そしたらこの甲羅に白だし、これをねかけちゃう。さっとこれの上にねとろけるチーズをどっさりかける。これをねバーナーで炙っていきたいと思います。はい、それじゃあねバーナーで炙っていく。やばいやばい、カニの毛が焦げちまうな。これダメだ。ということでね、やばい、こっちもいけるんだ。こっちでチーズを溶かしていく。あ、めっちゃいい匂い。はい、カニの甲羅チーズ焼き完成。はい、それじゃあラスト1品作っていきます。まずはねタレ、白だし、はい OK。 はい、水入れます。はい、これで沸かす。はい、いいとこ沸いてきたらさっき揚げてくれた天ぷら投入。そしてここに卵を投入していく。この卵でね薄まるんですよ。飯テロじゃない、飯テロ。はい、蓋していきます。はい、これでね
毛ガニの天ぷらの卵とじ完成。これをご飯に盛り付けていく。うわ美味しそう。つゆ何も多くないね。うん。これね、ほんとみんな真似してほしい。これマジでうまいからね。はい、カニの天ぷらの卵とじ丼完成。実食。はい、まずはカニ汁、卵とじ丼、むき身、刺身に天ぷら、そして甲羅焼き。それじゃあこれを食べていきましょう。いただきます。はい、お疲れちゃん。はい、ありがとう。はい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 。なんでノンアルかっちゅうと、ピロリ菌の薬飲んでるんでノンアルです。この撮影中にノンアルつらいな。私だけいただきます。まずははい、今日もお疲れ、乾杯。ご苦労さんでした。美味しい。じゃあまずはお刺身からいこうかね。皿に醤油をピローっと入れて、一味唐辛子、これをパパッと。早速ちょっといただいてみるわ。どうぞ。この 1.6 の特大。うわー、すごっ。特大の刺身いただきまいってらっす。しゃい。行ってきます。うまい。いやでもね、取ってきたばっかりだからね、甘みないわ。すごいね。これ半分食べたのにまだこんだけあるからね。うまい。これは贅沢な話そうや。だね。食べてみる？ちっちゃい方。ちっちゃい。これでもちっちゃいったって普通の大中ぐらいあるからね。ちょっと甘みまだ出てないけど、美味しいでしょ。さっきまで生きてたやつだからね。目が離れない。でしょ、ブリンブリンでしょ。はいはい、それじゃあね、まずはお腹空いてるんで丼からいってみたいと思います。いや、うまそう。うまいぐらい。いただきます。バカうまこれ。具だくさん味噌汁もいただきます。生きてるって幸せ。いや、うんま。普通の食事になってまうこれ。美味しい。ちょっとあんたこれあったかいうちに行ってみなさいこれ。で、めんつゆとあと白だし、入れて混ぜて、でチーズかけて。いただきます。どう？なんかもっと美味しくできそう。ほんと、チーズの溶け塩梅悪いね。そうだね。もう一回切って。美味しくない。嘘？全然美味しくない？これは美味しくないわ。ただ焦げの味しかしないって感じ。これはやっぱりグツグツやった方がいいわ。ああ、ほんとだね。これさ、炭火の上に置けばいいわ。冷えなくて。しゃっこればダメ。電子レンジでチンだわ。そうだね。天ぷらは醤油でいただきます。うわ、カリッカリやん。いただきます。純正天ぷらでもうまい。いつも漁師の食べ方さ、マヨネーズ醤油なんだけどさ、むき身。今日はね、ちょっとほら濱家くんのね、ポン酢をかけていただきたいと思います。ありがたいね。漁師カニポンあんまやんないんだけどさ、ポン酢でこのデカ足このデカ足いってみるわ。ポン酢でいただきます。デカ足。うまっ。ポン酢合うね。あんまり酸っぱすぎなくて美味しいね。このカニに抜群に合うわ。今日よかったわ、届いて。ありがとうございます。はい、これが普通サイズのお刺身。いただきます。やっぱ甘みちょっと足りんね。やっぱ1日置いた方が美味しいかな。いやでも美味しいわ。贅沢。ほれ。本当にすごい、2本ついてる。ほれ。やば。醤油皿入れた時わかるよね。ほんとこれ。2食分だよね、2食分。この V になってるとこで。下手したら4食分あるかも。半分食べてもこんだけ残ってるからね。
うっしゃ。それじゃあ、あとはゆっくり食べていきましょう。はい。ごちそうさまでした。あとはね、この残った味噌汁は次の日にもっと美味しくなるんでね、家族でね、食べたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。